今日ご紹介する辰ノ島は長崎県壱岐島北側にある無人の小島です。辰ノ島観光船が壱岐島北端に近い勝本港から3月から11月の間就航しています。弓状の浜辺は遠浅の白い砂浜で美しく、透明な海を眺めながら島の中央に向かうとキラキラと輝く砂浜が開け、行った人しか味わうことができない神秘の楽園です。人のいない島は夜には鹿やタヌキが遊んだ可愛い足跡が残っています。裏山に登ると巨人が踏み抜いたという鬼の足跡や足がすくむ断崖絶壁の花毛崎や蛇のように観光船から降りずに海からだけ眺めて勝本漁港まで帰ってしまう人、桟橋から上陸しても10分ほど歩いたところにある休憩所までの往復で済ませてしまう人、これらでだいたい8割。それでも十分楽しめます。しかし島内を一周できる遊歩道を歩いてみることでこの島の魅力が何倍にも感じられることでしょう。辰ノ島の魅力は何といってもこのコバルトブルーの海。砂岩や結岩の堆積した岩が削られて作られた景観です。この島に生える海浜植物群落は国の天然記念物に指定されています。これぐらいの波だったらね、小さい子でもなんかね行きそうだよね。貝とかが綺麗だもんね、これね。最高じゃん。歩いて向こうまで渡れそうだけどね。でもここすごい川みたいに流れてる、急流みたいに流れてる。これは危ないわ。流されちゃうかも。すごいほら川みたいになってる。道潮なのか引き潮なのかわかんないけど、すごいね。引き潮か。これ引いてんのか。こちらは休憩所とトイレです。海水浴の時期には活躍することでしょあ、そうなの？少なくとも三浦半島ではもうどこ探してもない。昔は生えてたんだろうけど、岩体劇だと思うんだけど、もうでも花終わって実になっちゃってるね。花だねこれ。灯台草かだよ。うわ、じくじくだ。この崩れかけた石畳の道とこの後出てくる防空壕は明治38年日露戦争の最中に日本軍がこの島に見張り番所を設置した際の遺構だそうです。この年の5月27日に起きた日本海海戦はここから65キロくらいの沖合が主戦場でした。当日波は高かったものの晴天だったようなので、もしかしたらこの島から海戦の様子がかろうじて見えていたかもしれません。こちらテリハツルウメモドキの花、普通黄緑色らしいですが赤いですね。武蔵阿文や壱岐対馬では道端の雑草のようですね。こちら宝禄イチゴらしいですが、かろうじて一輪だけ花が残っていました。芝地の坂を登っていくと
鬼の足跡に到着。大鬼がクジラすくいのため足を踏ん張った時にできた足跡だと伝わっているそうです。この辰野島は砂岩と頁岩が相互に積み重なった勝本層といわれる堆積岩でできています。その岩が波で削られて洞窟となり、洞窟の天井の一部が抜けてできたのがこの鬼の足跡です。洞窟の向こう側は蛇ヶ谷を経て海につながっています。ちょうど木の柵が見えるあたりがブリッジ状になっていますね。後ほど通りますよ。さて、鬼のもう片方の足はどこに置かれたのでしょうか。それがこの壱岐島本島郷の浦牧崎にあるもう一つの鬼の足跡です。辰野島からは直線距離で約11キロあるので、鬼が直立したら頭は成層圏を軽く突き抜けるほどの身長ですよね。なんちゃって。湾の左手、島の東側は危険なため一般人の立ち入り禁止です。島の中央の干潟に潮が満ちると海水で島が二分されます。先ほども見た通り、海水は結構な急流になり、外海に飲み込まれると命取りになるかもしれません。十分気をつけてください。こちらは黄緑色タイプのテリハツルウメモドキの花。北側の玄界灘です。こちらはスミレの一種。種類名までは特定できませんでした。島の西側、花毛崎です。今日は残念ながら対馬の島影は見なかったです。対馬海峡の波に揉まれた断崖絶壁の際です。ここが先ほど見たブリッジの上です。立派な勝本層の崖ですね。蛇ヶ谷を覗いてみましょう。高所恐怖症の人は崖に近づかない方が良いかも。少しの登り返しで島で一番の見晴らしの良い場所に到着です。
なんと美しいエメラルドグリーンの入り江。今まで歩いてきた場所がすべて見渡せます。トベレや椿のトンネル。武蔵あぶみはこういう林の下が好きなんですよね。島の西側の砂浜を目指します。ここにハイビャクシンの群落があります。辰野島の天然記念物、海浜植物群落の象徴的な植物なんです。大規模に自生している貴重な場所で、ここ以外では対馬や福岡県の沖ノ島などでわずかに生息しているだけだそうです。とはいえ庭木などで普通に見ることができます。だいたい地面を覆うように配置されていることが多いです。私が以前勤めていた浜松町の高層ビルの前庭にも復帰草とともに地面を覆うように植えられていました。岩だれ草の自生地でした。岩だれ草の花期はもう少し後なので、まだ花は見られませんでした。来た時よりもだいぶ潮が引いてますね。こちらは丸葉シャリンバイの花。けなげに咲く野草たち、ダイナミックな地形、そして何よりもコバルトブルーに染まる海。最高の一日を過ごせました。勝本港近くでは古民家レストランを発見しました。歩いて旅する日本チャンネルでは今後も日本全国の秘境を続々と紹介してまいります。お気に召された方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。